売上が3年間で20倍。評価額はわずか4ヶ月で3倍に跳ね上がり、IPO 直前の時価総額はなんと400億ドル、日本円で約6兆円に達しようとしています。この企業の名前は、セレブラスシステムズ。半導体の常識を根本から覆す、驚きの技術を持つ AI チップメーカーなんです。結論から言うと、セレブラスは AI 推論の速度で NVIDIA の GPU を最大21倍も上回る性能を実現していて、AI 半導体市場の勢力図を塗り替える可能性を秘めた企業です。なぜかというと、ウェーハ1枚を丸ごとチップにするという誰もやらなかった発想、オープン AI との200億ドルの歴史的契約、そして推論市場の爆発的な成長、この3つが揃っているからなんです。今日の動画では、大きく4つのパートに分けてお話ししていきます。まずセレブラスの創業ストーリーと経営チームについて、次にウェーハスケール技術の革新性と NVIDIA の GPU との違い、そして財務状況とオープン AI200 億ドル契約の衝撃、最後に競合環境と投資家が注目すべきリスク、機会をお伝えします。では早速、見ていきましょう。セレブラスシステムズは、2016年にカリフォルニア州サニーベールで設立された AI 半導体スタートアップです。この会社が作っているのは AI 専用の超大型チップ。名前を WSE。正式名称はウェーファースケールエンジンと言います。簡単に言うと、半導体の原材料であるシリコンウェーハを切り分けずに、丸ごと一つのチップとして使ってしまうという、とんでもない技術なんです。従業員数は708名。NVIDIA の約3万人と比べるとかなり小規模ですが、累計28億ドル以上の資金を調達しています。そして2026年5月14日、つまりもう間もなくナスダックに上場予定です。キッカーシンボルは CBRS。IPO 事業は申し込みが発行株数の20倍を超えるほどの人気で、2026年最大のテック IPO になると見られています。評価額は最大400億ドル。日本円で約6兆円規模です。では次に、この会社を率いる創業者について見ていきましょう。セレブラスの創業者であり CEO を務めるのは、アンドリュー・フェルドマンさんです。この方、実はすごい実績の持ち主なんです。スタンフォード大学を卒業後、複数のスタートアップを創業、売却してきたシリアルアントレプレナー、つまり連続起業家です。2007年に創業した C マイクロという省電力サーバー企業は、2012年に AMD に約 3.4 億ドル、日本円で約500億円で売却されています。スタートアップの売却額の合計は、なんと10億ドルを超えるんです。フェルドマンさんの哲学は、フィアレスエンジニアリング。大胆不敵なエンジニアリングです。失敗を恐れるのではなく、学ばないことを恐れる。この精神が、業界の常識を覆すウェーハスケール技術を生み出しました。ちなみに、5人の共同創業者は全員が C マイクロ出身。長年一緒に戦ってきた仲間で会社を作ったというのも、チームの結束力を感じますよね。ここからが本題です。次のページで、セレブラスの革新技術であるウェーハスケール技術を詳しく見ていきましょう。ここがセレブラスの最もユニークなポイントです。まず、通常の半導体製造の仕組みから説明しますね。半導体は直径30センチのシリコンウェーハという円盤から数百個の小さなチップを切り出して作ります。NVIDIA の H100 チップの面積は826平方ミリメートル、だいたい3センチ四方くらいです。セレブラスのアプローチは根本的に違います。ウェーハを切らずに、そのまま1枚の巨大なチップとして使うんです。これが WSE、ウェーファースケールエンジンです。最新の WSE3 のチップ面積はなんと 46,225 平方ミリメートル。NVIDIA の H100 の57倍の大きさで、世界最大のプロセッサです。トランジスタの数は4兆個、AI コアは90万個も搭載しています。でも、こんなに大きなチップを作ったら、製造時の欠陥で動かない部分が出てしまうんじゃないか、と思いますよね。実はこれが、半導体業界で60年以上にわたってウェーハスケールチップが実現できなかった最大の理由なんです。セレブラスはあらかじめ余分なコアを組み込んでおいて、欠陥部分を迂回する超調整設計で、この問題を見事に解決しました。H100 と比較して164倍の対象外性を持つと言われています。このことが
次のテーマに深く関わってきます。続けて見ていきますね。WSE が分かったところで、その進化の歴史を見ていきましょう。2019年に登場した初代 WSE1 は、TSMC の16ナノメートルプロセスで製造され、トランジスタ 1.2 兆個、AI コア40万個を搭載しました。2021年の WSE2 では7ナノメートルに移行し、トランジスタ 2.6 兆個、AI コア85万個へと大幅に進化。そして2024年に発表された最新の WSE3、5ナノメートルプロセスでトランジスタ4兆個、AI コア90万個、ピーク性能は 125 ペタフロップスに達します。オンチップの SRAM は 44GB、メモリ帯域幅は21ペタバイト毎秒です。わずか5年間でトランジスタ数は 3.3 倍に、チップサイズは同じまま、中身だけがどんどん進化しているんですね。では、この WSE3 が NVIDIA の GPU と比べてどれくらい性能が違うのか、次のスライドで確認しましょう。ここが投資家の皆さんが最も気になるポイントですよね。セレブラスの WSE3 と NVIDIA の GPU、何がどれくらい違うのか。まずチップ面積。WSE3 は H 100の57倍です。AI コア数は90万個に対して H100 は約1万7000個。圧倒的な差ですよね。でも最も重要なのはメモリ帯域幅なんです。AI の推論、つまり学習済みモデルで予測を行う処理では、膨大なモデルのパラメータをメモリから読み出す速度がボトルネックになります。これをメモリウォールと呼びます。WSE3 は 44GB の高速メモリを直接チップ上に搭載しているので、外部メモリへのアクセスが不要。メモリ帯域幅は21ペタバイト毎秒で、H100 の約6000倍です。実際の推論速度で見ると、ラマ 3.1 の700億パラメータモデルで GPU の16倍、最新のブラックウェルアーキテクチャと比べても21倍高速。しかも消費電力は3分の1なんです。実は、ここからが本番なんです。次のスライドをご覧ください。先ほどの性能比較を踏まえると、セレブラスがなぜ推論サービスに力を入れているかがわかりますよね。セレブラスイーフェレンスは2024年8月に開始されたクラウド推論サービスです。オープン AI 互換の API として提供されていて、既存のコードをほぼそのまま移行できるのが大きな魅力です。推論速度の実績がすごいんです。メタのラマ4マーベリック、400億パラメータのモデルで毎秒2500トークン以上。オープン AI の GPTOSS120B では毎秒3000トークン以上を達成しています。これは NVIDIA のブラックウェルと比べても5倍の速さです。価格面でも競争力があります。例えば GPTOSS120B の場合、入力が100万トークンあたり25セント、出力が69セント、大手のクローズドモデルと比べると数十分の1のコストなんです。ハギング、フェイスでは月間500万リクエスト以上を処理するナンバーワンの推論プロバイダーになっています。推論の超高速化は AI エージェントやリアルタイムアプリケーションなど新たなユースケースの扉を開くものです。では次にこの技術をどうビジネスにしているのか収益構造を見ていきましょう。セレブラスのビジネスモデルを見ていきましょう。収益の柱は大きく3つあります。1つ目がハードウェア販売。CS3 システムの販売で、2025年の売上は3億5800万ドルです。1台あたりの推定価格は200万から320万ドルと言われています。2つ目がクラウドサービス。先ほどご紹介したセレブラスインフェレンスで、2025年の売上は1億5200万ドルです。3つ目がプロフェッショナルサービス。データ準備やモデルパーソナライズの支援ですね。注目すべきは、ビジネスモデルが大きく変わりつつあること。ハードウェアを売って終わりではなく、自社でデータセンターを運営して、コンピュート能力をサービスとして提供するモデルへ移行しています。北米とヨーロッパに6拠点のデータセンターを展開中で、推論処理能力を毎秒4000万トークンまで拡大する計画です。オープン AI との契約もまさにこのコンピュート提供型のビジネスモデルですね。ビジネスモデルが分かったところで、字は数字で見てみましょう。財務状況に進みますね。セレブラスの財務成長は本当に目を見張るものがあります。2022年の売上はわずか2460万ドル。
それが2023年には7870万ドルで前年比プラス 220%。2024年には2億9030万ドルで前年比プラス 269%。そして2025年には5億1000万ドル。3年間で売上がおよそ20倍に成長しています。2025年にはキャップベースで純利益8790万ドルと黒字転換しました。ただし、ここは注意が必要です。この利益には会計上の公正価値変動という非営業項目が含まれていて、調整後のベースでは7570万ドルの純損失なんです。資金調達も順調で、累計28億ドル以上を調達しています。2025年9月のシリーズ G で11億ドル、そしてわずか4ヶ月後の2026年2月、シリーズ H でタイガーグローバルの主導により10億ドルを調達しました。評価額は81億ドルから230億ドルへ、約 2.8 倍に急騰です。AMD やフィデリティといった大手も投資家として参加しています。まだまだ面白い話が続きます。次のページを見てみましょう。セレブラスの成長を語る上で絶対に外せないのは、オープン AI との大型契約です。2025年12月、オープン AI と 750MW、3年間のコンピュート容量契約を締結しました。総額はなんと200億ドル超、日本円で約3兆円です。AI 業界史上最大級の契約と言えます。内容を見てみると、年間 250MW 分のコンピュートを2026年から2028年まで提供し、オークションで2029年から2030年にかけて 1.25GW まで拡大できる設計です。さらに、オープン AI はセレブラスに10億ドルの融資も言っています。これはデータセンター建設のための資金です。2026年2月には、オープン AI のコーデックス・スパークモデルがセレブラスのインフラ上で稼働を開始しました。実はサム・アルトマンさん、オープン AI の CEO はセレブラスの初期投資家でもあるんです。長い信頼関係がこの歴史的な契約につながったと言えますね。その背景にはもう一つ重要な事実があります。次で確認しましょう。オープン AI に続いてセレブラスの重要なパートナーシップを見ていきましょう。まず AWS。2026年3月に複数年の提携契約を締結しました。セレブラスの CS3 ハードウェアを AWS のデータセンターに展開し、Amazon Bedrock を通じて推論サービスを提供する予定です。2026年後半に一般提供開始の見込みです。メタも重要な顧客で、生4モデルの推論をセレブラス上で実行しています。米国エネルギー省や国防総省も政府系顧客として名を連ねています。医療分野では GSK が創薬 AI に、メイヨークリニックが医療 AI に活用中です。ただし、ここで知っておくべき重要なポイントがあります。2025年の売上構成を見ると、MBZUAI。これはアラブ首長国連邦のモハメド・ビン・ザイード人工知能大学ですが、ここが 62%。そして G42 が 24%。つまり UAE 関連の2社だけで売上の 86% を占めているんです。オープン AI や AWS の売上が本格的に計上されるまで、この顧客集中はリスク要因として認識しておく必要があります。セレブラスの位置づけが分かったところで、次は競合環境を見ていきましょう。AI 半導体市場では NVIDIA が圧倒的な存在感を持っています。市場シェアは80から 90%。空大コシステムという15年以上かけて構築したソフトウェア基盤が最大の強みです。AMD は MI350 や MI450 で追随しています。面白いことに AMD はセレブラスのシリーズ H に投資家として参加もしています。Google は自社向けに TPU の最新版アイアウッドを開発。NVIDIA の H100 より 30% 低コストと言われています。特に注目したいのが推論特化チップ市場の変化です。セレブラスの最大の直接競合だったグロックが2025年末に NVIDIA に約200億ドルで買収されました。これにより推論特化チップの独立系プレイヤーとしてセレブラスはほぼ唯一の存在になったんです。さて、今日学んだことを踏まえて投資家目線でのリスクと課題をしっかり確認しましょう。投資を考える上でリスクの把握は本当に大切です。主な懸念点を5つ挙げます。1つ目は顧客集中。
先ほどお伝えした通り、売上の 86% が UAE 関連の2社に依存しています。オープン AI や AWS の契約が実際に売上に反映されるまでは、高い集中度が続きます。2つ目は、バリエーションの高さ。IPO 価格帯150から160ドルで、時価総額は最大400億ドル。これは2025年売上の約78倍にあたります。成長期待が非常に高い水準で織り込まれているんです。3つ目は、TSMC への依存。WSE3 の製造は TSMC の5ナノメートルプロセスに 100% 頼っています。4つ目は NVIDIA の反撃リスク。次世代 GPU のベラ・ルービンにクロックの推論技術を統合する可能性があります。5つ目はワラントによる株式の希薄化。オープン AI と AWS に合計16億ドル超のワラント。つまり株式購入の権利を発行しています。内容が盛りだくさんでしたね。最後にポイントを整理しますね。ここまでいろんな角度からセレブラスシステムズをお話ししてきましたが、最後に全体をまとめてみましょう。ポイントは3つです。1つ目は技術の革新性。ウェーハ1枚を丸ごとチップにする WSE は AI 推論速度で NVIDIA の GPU を10倍から21倍上回ります。参入障壁が極めて高い、独自の技術的保留を持っています。2つ目は成長の勢い。売上3年で20倍。オープン AI との200億ドル契約。受注残246億ドル。推論市場の爆発的な成長を追い風に、さらなる飛躍が期待されます。3つ目はリスクの認識。顧客集中 86%。売上の78倍というバリエーション。NVIDIA の競合リスク。これらは常に注視が必要です。IPO 後の株価の動きと、顧客基盤の多様化がどれだけ進むかが今後の鍵になりそうですね。以上が今回のセレブラスシステムズについての解説でした。改めまして、米国グロース株投資チャンネルへお越しいただきありがとうございます。このチャンネルでは、米国グロース株や AI、半導体、テクノロジーをわかりやすくお届けしています。皆さんは今回の内容についてどう思われましたか？ぜひコメント欄で感想や意見を聞かせてください。この動画が参考になった方は、ぜひいいねボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。